どうも、あみあみパフと申します。今回はコンパクトなハムウォーマーを編んでみました。コンパクトなので腕時計やお洋服の邪魔をしないです。指先に行くにつれて広がっているデザインと、ピコット編みが可愛いです。伸縮性もあり、手にフィットするように気をつけました。皆さんもぜひ編んでみてください。用意するものは段数マーカー、糸通し、とじ針、ハサミ、かぎ針順号、7ミリ、毛糸です。毛糸はウォッシャブル純毛極太の409のカラーを使用します。ふわふわの毛糸なのでチクチク感もなく、毛が出てこない扱いやすい糸です。全部で 1.5 玉使用しました。最初は7ミリの糸で編み進めます。糸端は後で使用するため長めに残しておいてください。まずは糸を左手の薬指と小指で挟み、人差し指にかけ、中指と親指で糸を持ちます。糸をピンと張り、かぎ針を下から押し当て、ぐるりと半時計回りに回します。針をかけ、引き抜き、結び目が小さくなるように糸を引っ張ります。もう一度針に糸をかけ、引き抜き、鎖編みが1目完成しました。全部で18目鎖編みを編みます。18目鎖編みが編めました。次は7ミリから10号のかぎ針に変えます。鎖1目で立ち上がります。次から鎖を裏側に向けた時にポコポコ出ている裏山に細編みを編みます。2目目の裏山に細編みを編みましょう。細編みはまず裏山に針を通し、糸をかけ、針を引き抜き、2ループ引き抜くことで編むことができます。最初の細編みにはマーカーをつけておきましょう。最初の細編みを合わせて全部で13目細編みを編みます。細編みが完成しました。残り5目は引き抜き編みを編みます。引き抜き編みはまず裏山に針を通し、糸をかけた糸をそのまま引き抜くことで編むことができます。最後まで引き抜き編みを編み進めましょう。最後まで引き抜き編みを編むことができました。次は2段目です。鎖1目で立ち上がり、少し鎖を小さくして、編み地をひっくり返します。立ち上がりを小さくすることで仕上がりが綺麗になります。次からは引き抜き編みでも細編みでも奥の半目1本を拾い、筋編みをして編み進めます。最初の5目は奥の半目1本を拾い、引き抜き編みをします。下段で引き抜き編みをしていたら引き抜き編みを、下段で細編みをしていたら細編みを編みます。引き抜き編みができたらマーカーをつけます。このまま5目引き抜き編みを編みましょう。引き抜き編みが5目編めました。引き抜き編みの目がわかりやすいようにマーカーをつけたい人はつけてください。次からは細編みを13目編み進めます。マーカーの手前まで編み進めました。マーカーを外し、こちらでも筋編みの細編みを編みます。2段目が完成しました。鎖1目で立ち上がり、編み地をひっくり返します。筋編みで細編み13目、引き抜き編み5目、次の段は筋編みで引き抜き編み5目、細編み13目、これを繰り返して編み進めます。全部で38段編み進めましょう。自身の手の大きさに合わせて段数は前後しても OK です。偶数で編み終わりましょう。38段編み進めました。糸は引き抜き、
カットします。作り目の最初の糸端が右上、編み終わりが左下になるように置きます。下から上に向かって編み地を折り、左右から編みつなげます。編みつなげるのは左右についている糸端を利用します。端についているマーカーは外してしまいます。手前側にある編み地からは手前半目を拾って編みます。奥側の編み地からは前目を拾って編みます。手前の半目1本と前目を拾って引き抜き、鎖を一目で立ち上がります。ここから引き抜き編みで編みつなげていきます。先ほど糸端を引き抜いた目に引き抜き編みをします。隣の目からも手前の半目1本と前目を拾って引き抜き編みをします。手前の半目1本と前目を拾って引き抜き編みをします。9目分編みつなげましょう。9目編みつなげたら糸を引き抜き、とじ針で糸処理をします。次は反対側から引き抜き編みで編みつなげます。向きが変わるので、手前の編み地からは前目を、奥の編み地からは奥の半目1本を拾って編みましょう。手前の編み地からは前目を、奥の編み地からは奥の半目1本を拾って、糸を引き抜きます。糸を引き抜いたら鎖一目で立ち上がります。再度手前の編み地からは前目を、奥の編み地からは奥の半目1本拾い、引き抜き編みを編みます。全部で3目引き抜き編みをしましょう。3目編みつなげたら糸を引き抜き、とじ針で糸処理をします。中心は6目分穴が開いています。表に響かないように糸処理をしましょう。ひっくり返します。手にフィットするアームウォーマーになりましたね。このままでも可愛いですが、端にピコット編みをしてさらに可愛く仕上げます。ピコット編みは空間が空いている部分と、V 字になっているすぐ横に針を通して編み進めます。まずは縫いつなげたラインの V 字になっているすぐ横に針を通します。新しい糸を持ってきて、糸を引き抜き、鎖を一目で立ち上がります。同じ目に針を通し、糸端を編みくるみながら、細編みを一目編みましょう。最初の目がわからなくなりそうな方はここでマーカーをつけておきましょう。次は隣の空間に針を通し、細編みをしてピコット編みを編みます。細編みをしたら鎖を3目編みます。
3目編めたら根元の2本を拾って引き抜き編みをします。根元の2本はここのことです。引き抜きます。これでピコット編みが1つ完成しました。次は V 字になっている隣に針を刺し、細編みを1目編みます。次は隣の空間に針を刺し、細編みをしてピコット編みをします。このように細編みとピコット編みをしながら一周編み進めましょう。最後は空間にピコット編みで完成し、最初の編み目に引き抜き編みをします。鎖を1目編み、引き締め、カットして糸処理をしましょう。糸処理は裏側の目立たないところで行います。同じものをもう一つ用意したら完成です。サイズは手首部分が7センチ、上部が 13.5 センチ、縦が12センチでした。いかがでしたでしょうか？シンプルだけどアームウォーマーが完成しました。実は前回編んだフード付きマフラーと同じ糸で編んでいるので、セットで使うとより可愛いです。ザクザク簡単に短時間で編めますのでよかったらぜひ作成してみてください。引き抜き編みの長さを増やすことで簡単に長めのアームウォーマーにもできますのでぜひアレンジしてみてください。ここまでご覧くださりありがとうございます。可愛いものをたくさん作っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。コメントももらえるととっても嬉しいです。メルカリでも販売しておりますので、よかったら覗いてみてください。